皆さんこんにちは。ヤブデッサン講座の藪下です。初級編第7回目の課題はガラスコップです。特に今回はここに注目してデッサンしましょうという形でテーマを設定しています。今回のテーマは2つあります。1、一点透視図法による高さの違う楕円の描き方。形については一点透視図法の約束を守ります。今回で3回目の円柱形ですから、皆さんもお分かりやと思いますが、自分の目の高さとガラスコップの上下の楕円の高さの違いによって楕円の見かけ上の大きさが変わります。2、ガラスコップの質感表現。ガラスコップの特徴は何といっても透明なこととキラッと光ったハイライトがあることです。その逆にガラスの厚みがあるところはかなり色味がついていたり非常に暗い部分があります。その暗さを表現することで逆にガラスの透明感やハイライトを表現します。加えてガラスの硬質な感じも表現してみたいと思います。ガラスコップはこれですが、書き出す前にガラスコップを手に取り、いろいろな角度から形や縦横高さの長さの比率、硬質な表面の滑らかな手触り、持った時の重さやガラスの厚みなどを観察しておきます。特にガラスが厚くなっている飲み口のところとガラスコップの下半分、底などの形状を確認しておきます。ガラスコップの下半分の厚みや底の形状を知るために、手の入る人は手を入れて形状を確かめてください。手が入らなければ鉛筆などを入れて側面と鉛筆との間の距離を見比べることで、各部分のガラスの厚みとその形状がわかると思います。その厚みと形状を知っていると、その部分のデッサンをするときに形を明瞭に表現することができますから、ぜひやってみてください。モチーフの形や色や構造や手触り、重さなどを理解している方が確実に良いデッサンが描けると思います。一点透視図法の描き方に不安のある方は、準備編4の一点透視法による円柱の描き方を説明欄に挙げておきますから、そちらを参考にしてください。画用紙は八つ切りの大きさ 38cm×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 3H から 3B までの濃さの鉛筆を使いました。左斜めから動画撮影している関係で遠近感が少し大げさについていますが、そこは考慮してみてください。今回は卓上イーゼルを使わずにハルトンを机に斜め掛けにして使っています。動画の再生速度は書き出しは等倍速で、前半は2倍速、後半はちまちましたカットが続きますから3倍速、4倍速にしました。必要に応じて再生速度を調節してください。また制作時間は2時間40分でした。この動画を見れば制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがわかると思いますから、最後まで見てぜひ参考にしてください。動画を見てなるほどそうするのかと合点がいけば、それだけ皆さんは上達したことになります。それではガラスコップのデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。光源は左斜め上にあります。画用紙のどこに描くのか、大体の位置と大きさを薄く描きます。鉛筆を軽く持って筆圧を抑えて薄く描いてください。実際のモチーフより小さくならないように少し大きいくらいがいいです。当たりを描くときは大体の大きさと位置を決めるのが目的ですから、測ったりせずに見た目の感覚で描いていきます。鉛筆は HB を使い、芯先と指の間の距離を空けて長く持ち、型から動かすつもりでスピーディーな線を描きます。構図はガラスコップの影のできる側と下側の空間を反対側よりも広く取っています。影もモチーフの一部ですから、全体のバランスを考えてガラスコップの位置を決めます。それでは形を描いていきましょう。まずガラスコップの上下の高さを決めます。次にガラスコップの横幅を決めます。縦の高さと横幅の比率を測り棒で測っても構いません。ガラスコップの中心を通る中心線を描きます。中心線は垂直線で画用紙の左右の縁と平行です。腕は大きく肩から動かすつもりで素早い線を描きます。
この中心線の垂直が狂ってしまうとガラスコップが傾いたように不安定に見えますから、この中心線の垂直はしっかり出しておきます。上の楕円の縦の高さを決めます。感覚的に高さを決めても構いませんし、測り棒で高さの割合を出しても構いません。次に楕円の横方向の中心線を書きます。この中心線は水平線で、画用紙の上下の縁と平行です。三角印、丸印が同じ長さになっているかを確認します。上の楕円を書くための4つの内接点ができました。上の楕円を書きます。中心線に対して対称になるように上下左右から丸めます。間をつなぐように形を整えながら楕円を描きます。楕円が描けたら、この楕円を基準にしてその内側にガラスの厚みを表す一回り小さな楕円を描いておきます。この二重の楕円は左右の両端付近では幅がありますが、前後ではその幅はとても小さくなります。次に中心線に対して左右対称になるように側線を描きます。次に底の楕円の水平方向の中心線を引き、上の楕円と同じ要領で描きます。この時に上の楕円の横幅と下の楕円の横幅の割合を測り棒を使って測っても構いませんし、見た目の感覚で描いても構いません。上の楕円より底の楕円の方がより円に近い形になります。一点通しによる楕円の約束を守ります。最後にガラスコップのガラスが分厚くなっている部分で形が見えるところは薄い線で当たりを取っておきます。これで形は完成です。最後に不要な線は消しゴムで消し、濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くして、消しカスは跳ねぼうきで払っておきます。ガラスコップの明暗を書いていきます。使用する鉛筆は、明るい部分は 3H から H、中間の明るさは H と HB、暗い部分は B から 3B、台紙上の影は 2H から HB を目安に、薄い鉛筆から使って徐々に濃さを上げていきました。形が描けたらガラスコップの明暗を書いていきますが、どこから光が来ているのか、光源の位置を確認しておきます。ガラスコップのどこが一番暗くてどこが一番明るいかを確認します。どちらも飲み口か底のガラスが分厚くなっているところにあるはずです。最初に円筒形の形を表す縦線と横線を描きます。ガラスコップの中心軸に対して水平面、垂直面で切った時の断面の形です。ガラスコップは透明でどう描けばよいのか迷うかもしれませんが、ガラスのキラッと光っているところ、ハイライトと言いますが、だけが画用紙の白さになりますから、それ以外は全て鉛筆で描いていきます。このように線は素早く引き、往復させないように一方通行の線で描きます。ガラスコップの内側の面も同時に描いていきます。輪郭線付近は少し暗くなって見えるので、線の本数を増やしておきます。横方向の断面形状を表す線も描いています。この辺りは紙コップの書き出しと同じことです。輪郭線付近は面が後ろに回り込むような曲線を描いています。透明なガラスコップですけれども、円筒形の形はしっかり存在しますから、それを表す線を描いています。画用紙の白さが残るのはハイライトの部分だけですから、
この作業は下塗りみたいな意味もあります。内側の面にも形に沿ったタッチを入れています。ガラスコップの下半分の側面と底付近はガラスが分厚くなっていますから、大まかに他のところよりも HB の鉛筆で暗く描いています。ガラスコップ全体に鉛筆が入ったところで、明暗の変化がはっきりついている底の部分から描いていきます。大まかな明暗で描いていきますが、暗さはアクセント的に強めています。暗い部分の形を輪郭線で区切るのではなく、ざっくりした明暗描写で構いません。基準になる底面の楕円を描いています。側面のガラスが分厚くなっている部分を描いていますが、大まかな暗さで当たりを取るような感じで描いています。鮮明に見えていない部分をはっきり描いてしまうと、そこが浮き上がってしまいますから、はっきり見えていないものは見えていないなりに描いておけばいいです。底面付近の内側の面を形に沿った曲線で描いています。内側の形がよくわかる部分は形に沿うようなタッチを入れます。透明で分かりにくいですが、いつも形を意識してください。底の形は平面ですから直線を多用して描いています。飲み口のコロンとした丸みの高さを表す線を描いています。飲み口の部分はこの図のように3つの楕円があると考えて描いていきます。飲み口の部分は左右の両端付近に暗いところがありますから、そこを大まかに描いています。ガラスコップはこの飲み口と底の部分のガラスが分厚くなっているところに明暗の変化が集中していますから、そこを中心に描いていきます。台紙状の影も描いていきます。2H の鉛筆で薄く影の形の当たりを取り、水平方向の線を使って描いています。影の明暗の変化も大まかに描き分けていきます。一番暗い部分に戻ってきました。この部分の暗さを他の部分よりも先んじてデッサンを進めることで、他の部分に手が入りやすくなります。まだまだ大まかな明暗を描いています。遅れないようにガラスコップの底の暗い部分を描いています。常に全体が同じ完成度になるように心がけます。この部分も均一の暗さではなく強弱をつけて描いていきます。
底面付近の形が感じられる場所に形を表す線を描いています。側面付近のガラスが分厚くなっている部分の明暗を描いています。まだ大まかな明暗ですが、見えている以上にはっきり描かないように注意します。暗い部分の特に暗く見えているところをアクセント的に暗くすることで、その周辺の明暗がとても描きやすくなります。飲み口の部分も遅れないように暗い部分を描き加えていきます。輪郭線付近の少し暗い映り込みを描いています。H の鉛筆を使っています。ガラスコップの手前の面が弱くなってきたので、線を使って強めています。均一な線でガラスの硬質な感じも表現します。飲み口の部分の三重の楕円に注意して描いています。ある部分を強く描くと相対的に他のところが弱くなりますから、弱い部分を探しながらデッサンを進めていきます。基本的に自分に近いところは強く、遠いところは弱く描きます。また暗い色味の部分に戻ってきます。この辺りから暗さの階調をもう少し細かく描き分けていきます。微妙な明暗の変化がありますからしっかり観察します。曖昧に見えている暗さの境界線は見えている通り曖昧なまま描いていきます。輪郭線付近や底の暗い部分にも鉛筆を入れていきます。輪郭線付近は薄い鉛筆を使って多少色が濃くても鈍い発色にしておきます。形のつながりや明暗のつながりを感じる方向に斜め方向の曲線を描いています。忘れないように内側の面にも斜め方向の線を描き加えています。
相対的に弱くなってきたので、底付近の書き込みを強めています。影の部分を水平方向の線で描いていますが、ガラスコップ特有の光の屈折による影の濃淡が美しく出ていますから、その描写も楽しんでください。コップの底付近の内側の面を描いています。形が感じられるところは形に沿うような曲線で描いています。とても分かりにくいですが、単に明暗を追いかけるのではなく、常に形を意識したタッチを入れます。側面の輪郭線付近の明暗を形を表す曲線で描いています。H の鉛筆を使って発色を鈍くしています。キラッと光っているハイライトの部分を練りゴムを使って白く抜いています。またぼーっと明るくなっている部分も練りゴムを平たく伸ばしてさするように使って明るくしています。やっとハイライトが抜けるところまでデッサンが進んできました。ハイライトやぼーっと明るくなっている部分も含めて、ここで一旦全体の明暗を練りゴムを使って調整し直しています。白い画面に鉛筆で描くことも練りゴムで明るくすることもデッサン的には同じ作業です。時々2メートルほど離れた場所にデッサンを置いて、デッサンとモチーフを見比べてください。そしてゆっくり確認してからデッサンを再開します。見る、確認する、書くのサイクルです。完成に近づくにつれてこの作業を何度も行います。距離を置いてみることで自分のデッサンを客観的に評価することができます。内側の面の形を強めるとともに、映り込みによる明暗を軽く描いています。全面の曲面を意識しながら映り込みを描いています。映り込みを描くときは実際に見えているよりは少し弱めに描くのがコツです。見えている通りにはっきり描いてしまうと少し目立ちすぎます。またガラスの厚みのある部分に戻ります。明暗をさらに描き分けたり、形に沿ったタッチを加えたり、大まかな調子を整えたりしています。弱い部分は 3H の鉛筆を使って発色を抑えています。デッサンは全体から細部へ、細部から全体へと行きつ戻りつしながら進んでいきます。ハイライトをキラッと光らせるためにはかなり暗い部分が必要ですから、ハイライトとの明暗差をしっかり確認します。描いたり練りゴムで弱めたりまた描いたりの微調整が続きます。頭は動かさずに目線だけはモチーフと画面を頻繁に往復させて明暗を確認しています。台紙状の影も屈折した光が当たりかなり明るくなっている部分もあります。それを描くことでガラス特有の影が表現できます。
形に沿った曲線で内側の曲面を強めています。今度は形に沿った曲面で前側の曲面を強めています。特に縦方向の直線を強調することで前面がより前に出ると思います。また写り込みを描くことでも前面の形が強調されます。写り込みは強くなりすぎないように注意して描いています。飲み口は両端の楕円が集まる部分は暗いですが、それ以外のところも単調な調子にならないように明暗の強弱を観察して描いています。この場合も飲み口の前後の距離感を出すために手前よりも奥の飲み口は少し弱めに描いています。この辺りからより微調整が続きますから再生速度は4倍速になります。鉛筆の動かし方は今までと同じです。同じような濃さに見える線状の部分もその中に強弱、濃淡の違いを観察しています。描き進めるうちにハイライトの部分にも鉛筆がかかってしまいますから、もう一度練りゴムでハイライトを明るくしてその周辺の明暗を整理しています。だいぶ完成に近づいてきました。最後の追い込みどころです。常に全体を意識しながら形に沿った線を使って微調整を続けていきます。今描いている部分が全体の中でどの程度の明暗なのか常に全体を意識しながら描いています。動画ではずっと描き続けているように編集されていますが、頻繁にモチーフと画面を見比べながら強弱、明暗を確認しています。ハイライトをもう一度明るくして最後の微調整です。
そろそろ完成にしておきます。はい、皆さんいかがでしたか？初めて透明なモチーフを描くときには、透明なものをどうやって描くんやと思わはるかもしれませんが、画用紙の白さが残るのはハイライトの部分だけですから、他のところは全部鉛筆で描いていきます。色味のついているところやとても暗いところがありますから、そこをしっかり描き込むことでハイライトの部分が光り出します。初心者の間は透明な部分に鉛筆がなかなか入りにくいかもしれませんが、多少黒くなっても構いませんから、どんどん描いていってください。藪下も初めてガラスコップを描いた時に、どうやって描いたらよいのかわからなかった描き足しの瞬順と、練りゴムでハイライトの部分を白く抜いた時のキラッと光った嬉しさを今も覚えています。皆さんはこの動画を最後までご覧になったので、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがなんとなく分かってもらえたと思います。デッサン上達の近道は、多少の理屈を理解して目で見てデッサンのやり方を覚えてしまい、自分で実際にデッサンをして理解をしっかりしたものにすることです。今度は皆さんがガラスコップをキラッと光らせてみてください。今日は初級編第7回目の課題としてガラスコップのデッサンをしました。今回のテーマは2つありました。1、一点透視図法による高さの違う楕円の描き方。形については一点透視図法の約束を守ります。自分の目の高さとガラスコップの上下の楕円の高さの違いによって楕円の見かけ上の大きさが変わります。紙コップもトレペもガラスコップも楕円は上下の2つしかないモチーフでしたが、もっと多くの楕円が含まれるモチーフでもいつも一点透視図法の約束を思い出してください。2、ガラスコップの質感表現。ガラスコップの特徴は透明なこととキラッと光ったハイライト、そしてガラスの硬質な質感です。ガラスの厚みがあるところの色味や非常に暗い部分をしっかり描き込むことで、逆にガラスの透明感やハイライトを表現します。またガラスの硬質な質感は HK の鉛筆を心持ち立ててタッチを残すように描くことで表現します。はい、皆さんお疲れ様でした。ガラスコップのデッサンの説明は以上です。次回の初級編第8回はリンゴのデッサンをします。この動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントもぜひお願いします。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。